2024年10月31日夜、人気ニュース番組のスタジオで、ある発言が日本を二分することになったのよ。何があったのだ？その発言をしたのは、芸人歴35年のベテラン、カンニング竹山よね。あの人気コメンテーターじゃないか。キレ芸から出発し、報道番組の MC として、業界でも一目置かれる存在になっていた人物なのよ。そんな彼がなぜ炎上したのだ？たった一夜の発言が、全てを変えることになったわ。その日の議題は国旗損壊罪だったの。国旗損壊罪とは何なのだ？日本の国旗、日の丸を傷つけたり燃やしたりする行為に、刑事罰を課す法案のことよね。参政党の梅村みずほ参議院議員が、法案提出の説明をしに番組に来ていたのよ。その議論の中で竹山は何を言ったのだ？竹山はこう発言したの。日の丸が嫌いな人もいる。好きな人もいる。いろんな考えの人がいて、それが国家だ。それ自体はまあ、わからなくもないな。だが続けてこう言ったのよね。天皇制が嫌いな人も世の中にいる。その人たちはダメな人なんですか？国旗の話から天皇制の話になったじゃないか。梅村議員は即座に理想論と一蹴したわ。議論として噛み合っていないな。竹山はさらにこう続けたのよ。全部こうじゃなきゃダメだ。って言っちゃうと、独裁国だから。独裁国、それはまずい発言だぜ。放送から数時間後、SNS が燃え上がったわ。どんな批判が来たのだ？ MC が日の丸嫌いを公言した。天皇制を否定しているのか。公共の電波でこんなことを言うのか。大量の批判コメントが押し寄せたのだな。翌日には竹山の X への批判コメントが数万件を超える規模に膨れ上がったのよ。凄まじい炎上規模だぜ。切り抜き動画が次々と拡散し、最も問題に見える部分だけが何百万回も再生されることになったわ。5日後、竹山は X で釈明したの。何と言ったのだ？日章旗も君が代も国防も大事だと考えている人間です。弁明したのだな。しかし炎上は全く収まらなかったわ。釈明するたびに、では最初の発言は何だったのか、という新たな批判が生まれる悪循環に陥ったのよ。弁明が逆効果になったのだな。炎上している人を守ろうとする人は誰もいない。それが芸能界の冷たい現実よね。さらに別の番組で、竹山は SNS の切り抜きは問題だと発言したの。自分への批判を逆に批判したのか？ SNS の切り抜きはテレビより雑だ。そんな編集で印象を変えるのはおかしい。確かに切り抜きは問題だろうが。するとすぐさま共演者が反論したのよ。テレビだって昔から切り抜きしてきた。テレビを自己批判しないで SNS だけ批判するのはおかしい。それはかなり痛いところをついているじゃないか。竹山はテレビより雑な編集が多いと反論を試みたのよ。しかしそれはテレビもやってきたでしょと、さらに追い詰められる形になったわ。言い返せない状況になっていったな。裏側では深刻な事態が進行していたの。何が起きていたのだ？竹山の所属事務所の社長が毎日のようにクレーム対応に追われることになったわ。社長まで動かされたじゃないか。芸能界の関係者はこう証言しているのよ。炎上が長引くとスポンサーが怖がる。局のプロデューサーが使いたがらなくなる。それが芸能人にとって最大のリスクだ。視聴者に嫌われたタレントはスポンサーリスクになるのだな。テレビは商業メディアよね。スポンサーに嫌われたタレントはどれほど才能があっても使われなくなるのよ。それがこの世界のルールというわけだな。炎上から約5ヶ月が経過したの。その間に何があったのだ？竹山は自分を守ろうとして発言するたびに言っていることが違うと新たな批判を受け、じわじわと消耗させられていったわ。 SNS 時代の炎上は消えないのだな。昔ならメディアが報じなければ忘れ去られたのよ。だが今は切り抜き動画が永続し、何ヶ月も経ってから再浮上することがあるわ。炎上した人というレッテルが剥がれないのだな。2025年3月、竹山はラジオ番組でこう告白したの。何と告白したのだ？この春からニュースを全部やめる。完全に止める。アベプラも止める。ニュース番組を全部やめるとはすごいじゃないか。理由として竹山が語ったのは、炎上してるやつを局が厄介だから使いたくなくなる。仕事が数件なくなった。自分で認めたのだな。仕事が消えたと。飽きたから辞めるメリットがない。彼はそう言葉を選んで理由を説明したわ。プライドが透けて見えるな。同年3月16日、竹山は X にこう投稿したの。アベプラ卒業。みんなサンキュー。
バイバイ。番組をやめたのだな。かつて竹山が座っていた MC の席が静かに別の人物で埋まったわ。芸歴35年の積み上げが崩れたというわけだな。コメンテーターとしての竹山はこの一連の炎上で実質的に幕を引いたのよね。この件が示す芸能界の残酷なルールがあるの。どんなルールなのだ？何を言ったかではなく、誰に嫌われたかが決定的な意味を持つのよね。なぜそうなるのだ？テレビはスポンサーの広告費で成り立っているわ。スポンサーは炎上した人物を嫌う。なぜなら自分たちのイメージも傷つくからよね。だから炎上したタレントは使えなくなるのだな。そして一度炎上芸人のレッテルを貼られると、それが剥がれることは非常に難しいのよ。少し冷静に見ると、竹山の主張自体には一定の論理性があったの。そうなのか？表現の自由という観点から国旗損壊罪に反対する意見は法律学者の間にも存在するわ。間違った意見ではないのだな。問題は何を言ったかではなく、どのように言ったかだったのよ。天皇制が嫌いな人もいるという例え話を使った時点で、天皇制への批判として受け取られたわ。言葉の選び方が致命的だったというわけだな。この事件が示すもう一つの現実があるの。何の現実なのだ？ SNS 時代の炎上は消えるどころか蓄積されるわ。検索すれば何年後も出てくる、あの人は炎上した人だという記録が永遠にデジタルの空間に残り続けるのよ。それは恐ろしい時代だな。昔の芸人は一発やらかしても笑いに変えて復活できた。だが SNS 時代の炎上は笑いに変えることが難しいわ。いじられるほど再拡散されるという恐怖があるのよ。竹山は今後についてこうコメントしているわ。何と言ったのだ？ニュース番組はもうやらない。バラエティや芸人としての仕事に戻る。原点に帰るというわけだな。しかし芸歴35年で積み上げた報道の世界での存在感は一夜にして失われたわ。それは取り戻せないものだろう。この事件が社会に突きつけた問いがあるの。どんな問いなのだ？言論の自由はどこまで保障されているのかという問いよね。法律上は問題のない発言でも社会的な制裁を受けることがあるわ。法律と世論は別物というわけだな。そして世論が SNS によって増幅加速される時代にコメンテーターという職業はかつてないほどの危険性を帯びているのよね。一言が転落の引き金になる時代だな。テレビの世界では正しいことを言えばいいは通用しないわ。誰に見られているかを常に意識しながら話し続けることの難しさ。それがコメンテーターという仕事の現実なのだな。視聴者、スポンサー、局事務所、SNS 民、すべての評価が常に同時に下されるのよ。一発でそのバランスが崩れれば全部失うわ。恐ろしい世界だな。しかし忘れてはならない事実があるわ。何なのだ？竹山はこの一件で炎上の怖さを身をもって証明したのよ。SNS 時代において発言には責任が伴う。それは正論よね。しかし同時に怖くて何も言えない空気も社会を静かに蝕んでいるかもしれないわ。言論の萎縮という副作用があるということだな。一つの発言が全てを変えることがある。それが SNS 時代の日本の現実よね。今日見た話は他人事ではないな。カンニング竹山の転落から私たちは何を学ぶべきか。発言の重みを常に意識していたいわ。この事件は普通の人が普通に意見を言う難しさも示しているのよ。どういう意味なのだ？竹山は特別に過激なことを言ったわけではないわ。日の丸が嫌いな人もいるは事実として存在するのよ。それでも炎上したのだから。テレビのコメンテーターという立場が一般市民よりはるかに高い配慮のコストを要求するわ。公の場で話すということはそういうことだろう。もし竹山が芸人として漫才でこのネタをやっていたなら笑いになっていた可能性もあるのよ。コンテキストが全てを決めるというわけだな。報道番組の MC として真剣な議論の場で言ったことが致命傷になったというわけよね。場を読む力の大切さがよくわかるな。竹山は今原点である芸人として再出発しようとしているわ。その再起を静かに見守りたいのよ。本動画は確認済みの報道、本人公式発言をもとに構成しています。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。次の動画でも待ってるわ。